皆さんこんにちは。今遠くには赤湯温泉、桜の名所烏帽子山が見えています。この時は桜が満開でした。今回は山形県赤湯温泉上杉の湯御殿森をご紹介します。赤湯温泉は山形県南陽市にある小さな温泉街で、開湯は約930年前の平安時代とされる歴史ある温泉です。その昔、兵士が傷ついた体を湯に浸したところ、湯が血で真っ赤に染まり傷が癒えたことが赤湯温泉の由来と言われています。上杉の湯御殿森はかつて米沢藩主上杉家の別荘であり、赤湯御殿の湯守を務めた歴史ある老舗宿です。外観はホテル風の旅館ですが、館内は小さな博物館のようになっており、至る所で歴史を感じられる素敵なお宿になっています。この動画では上杉家の歴史を守り続ける御殿森の魅力を余すところなくご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひ最後までじっくりとご覧ください。上杉の湯御殿森の創業は1634年。なせばなる、なさねばならぬという言葉を残した米沢藩主上杉鷹山が別荘として利用し、380年以上の歴史と伝統を守る宿で、明治天皇も訪れたとされる名宿です。桜の名所烏帽子山が宿のすぐ後ろにあり、桜祭りの時期には見事な桜を楽しむことができます。一枚板の立派な御殿森の表札と家紋が素敵なお城のようなエントランス、ここからが上杉家の歴史に触れる旅の始まりです。こちらごぼう茶になります、はい、よろしければどうぞ。すごい味、すごい味、びっくり。ごぼうのお出汁を飲んでるような感じだね。ごぼうの出汁がすごい効いてる。でも美味しいね。スープみたいな感じだね。送信させていただきます、ありがとうございます。本当に例年だと、ここからスタートでまだその時もまだ芽吹いてないぐらいで、翌週半ばからね後半にかけて咲き始めで20日頃がだいたい満開っていうのがこの辺のあれなんですけども、今年は圧倒的にも2週間近く早くて。はい、今回のお部屋は321号室あざみというお部屋になります。こんな感じのキーホルダーの鍵ということになってます。廊下はねこんな感じで板の間になってるんですけども、廊下を進むと自動的にねライトがついて非常に明るい感じになるんですよね。まずこちら側にねトイレがあるんですけども、トイレかなり広いトイレで、ウォシュレットがついていて、そしてねこちらにしっかりとお手洗いもね用意されているということになります。こちらに廊下があって、でこちらが洗面ということになりますけども、洗面も非常に広いですよね。シンクが一つのね、シンプルな洗面にはなってますが、非常に石でね高級感がありますよね。こちらの棚には男性用も女性用もねポーラの化粧品が用意されてますね。
そしてこちらにはね、歯ブラシとひげ剃りが用意されてます。それからドライヤーですね。あとはこちらに上の方には床ゴが用意されてまして、それからバスタオルと、こちらはフェイスタオルですね。こちらのあさみというお部屋は温泉付きのお部屋ということで、こちらにね、温泉があるんですけども、ちょっと行ってみたいと思います。そしてこちらが温泉ですね。もうね、開けると熱気もそうなんですけども、ほんのりとね、異様な香りがしてくるお風呂になってます。見た目もね、下側がこんな感じで石でできていて、上にはこういったヒノキだと思いますけども、木が縁取られていて、非常に上品な感じのお風呂になってますよね。奥の方はね、ガラスになってますけども、こちらは開かないガラスになってるようで、いわゆる半露天とかではないんですけども、これぐらい贅沢なお風呂にね、入れれば満足度は十分かなというふうに思いますね。そしてこちらには洗い場がしっかりと用意されてます。シャンプー類はね、エラバシェっていうブランドのシャンプーが用意されてます。こちらからリビングに行くことができます。こちらがね、あざみのリビングのお部屋ということになります。畳とね、それから板の間まで入れて全体で16畳ありますので、非常に広いお部屋になってますよね。ちょっと奥の方までね、行ってみたいと思いますけども、リビングの奥からはこんな感じで山の景色ですね、見えますよね。そして少し左を見ますと、実はですね、桜が見えてるんですね。こちらの桜はね、もうちょっとよく見えるお部屋がありますから、ちょっと楽しみにしておいてください。こちらには暖房がね、用意されてますね。窓側から改めてお部屋を見ますと、こんな感じになっています。こちらのお部屋は2022年にリニューアルされたお部屋ということで、非常に新しいお部屋になってますね。全体をリニューアルしたということですので、お風呂まで含めてね、全て新しくなっているということですよね。そしてこちらはね、床の間になってますけども、やはり和室ということで、しっかりとした床の間が用意されてます。こちら側にはね、かなり大型のテレビが用意されてますね。そしてクローゼットはね、こちらにありますけども、こちらにはね、羽織がかけられてますけども、足袋ですね、用意されてます。そして中央にはね、こんな感じでテーブルと座椅子が用意されてますね。こちらがお茶菓子ですね。こちらはおまんじゅうですね。ラ・フランスのゴーフレットとつや姫のおせんべいですね。さらにですね、こちらから別のお部屋があるんですね。さあ、いきなりこんな感じでマッサージチェアが、かなり高級そうなね、マッサージチェアが用意されてますけども、こちらのお部屋はね、ちょっと狭めのね、フローリングのお部屋になってますけども、奥の方にこんな感じで水場が用意されてまして、こちらにはシンクがありますよね。で、上にはグラスとカップが用意されてます。ミネラルウォーター、これはね、出羽三山の水と書いてますけども、こちらはいただいて大丈夫ということですね。コーヒーが用意されてます。そして下にはね、冷蔵庫がありますけども、こちらにね、合算地ビール入ってますけども、こちらはね、プランで飲んでも大丈夫なプランということで用意されてました。こちら嬉しいですよね。そしてね、こちらのお部屋はなんと外を見上げるとこんな感じで桜が見えるんですよね。これはなかなか素晴らしい景色ですよね。そしてたまたまね、今日は桜が満開の日ということで日にちを狙って撮ったんですけども、まさかここまでぴったり満開に合うとは思ってなかったんですが、最高にラッキーな日に宿泊ということになりました。これはなかなかね、嬉しいですね。後でね、こちらの山に関しては少し登ってみて紹介したいと思いますので、そちらもね、ぜひご覧いただければと思います。そしてね、下の方を見ますと、こちらの上杉の御天守のね、龍穴堂っていう、見どころと、それから花見の足湯というね、これもまたちょっとね、見どころのスポットありますので、こちらも後でね、ご紹介したいと思います。そしてこちらのお部屋はこんな感じでソファーが用意されてまして、このソファーに座るとこんな感じでね、桜がバッチリ見えるということになってます。それでね、こちらの上杉の御天守について解説をしていきたいと思います。お部屋の数がね、全部で31室あるということで、お部屋北、東、南、西というふうに分かれてますが、今回のお部屋は東館の3階のあざみというお部屋になります。
そしてこちらの上杉の見湯御殿盛の特徴ですけども、まず何といってもお風呂ですね。お風呂に関しては西湯と東湯というお風呂がありまして、それがね夜中に男女入れ替えになるということになってます。大浴場についてはね撮影の許可をいただいてますので、これは後ほどご紹介したいと思います。さらにねこちらの上杉の見湯御殿盛にはいろんな展示スペースなんかもあって、たくさんの見どころがあるお宿ということで、こちらについてはね後でご紹介していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。こちらのねお宿のサービスがすごいんですよね。まずこちらのねお月酒、こちらは上杉家伝統のおもてなしということで、日本酒をいただけるということになってます。浴衣に関しては有料ですけども、貸し出しをしているということですね。大浴場に行く途中の民話の部屋というお部屋で、ラムネのサービスをしてるんですね。さらにですね、ワインテイスティング、こちらも日替わりでね4本準備してるみたいなんですけども、面白いサービスですよね。さらにですね、こちらのケーキバイキング、これは7時から9時の間にケーキやコーヒーなんかが無料でいただけるというサービスになってます。泊まっている間にいろんなサービスを楽しめるということで、これは嬉しいですよね。それからねお部屋で Wi-Fi が使えます。Wi-Fi のね通信速度は 30Mbps ですので、まずまずかなというふうに思いますね。ということで、上杉の見湯御殿盛あざみというお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。美味しいね。美味しいです。こちらがね東大浴場の脱衣スペースということになりますね。お部屋の数がね31部屋ですので、結構広さのあるね脱衣スペースになってますよね。そしてねこちら側には洗面がね4つほど用意されてますけども、こちらにはねポーラの女性用の化粧品が用意されてますね。それからドライヤーとかね、そういったものが用意されてます。そしてこちらにね温泉の成分表がありました。温泉地名が赤湯温泉、 pH が 7.3 の含硫黄のナトリウムカルシウム塩化物泉ということになってます。で源泉の温度は 60.4 度と比較的高めですけども、共用場所では42度ということになってますね。ではお風呂に行ってみます。そしてこちらがね東の大浴場ということになります。この大浴場の内湯の周りはこんな感じの大きな石がね取り囲んでいて、
大きなお風呂になってますよね。大人10人ぐらいは入れそうな石の湯船になってまして、全体にね高級感がすごくあるような、そんな感じのお風呂になってますよね。そしてね、洗い場もこんな感じで十分に用意されてまして、かなりたくさんありますよね。シャンプー類は DHC のシャンプーが用意されてます。将棋盤、石の上に駒が用意されてまして、やはりね山形といえば、天童をはじめとして将棋の街ということで、ちょっとこれは面白いですよね。そしてね、外にもう見えてますけども、こんな感じで露天風呂がねたくさんあるんですよね。これが本当素晴らしいので、ちょっと行ってみたいと思います。そしてこちらがね東大浴場の露天風呂ということになります。まずこちらのねかなり大きめの露天風呂、こちらは全体が大型のね石で囲まれていて、非常にいい雰囲気になってますよね。屋根はねこんな感じでかかってますが、周囲は開放されてますので、開放感も十分あるのかなというふうに思いますね。そしてこちらにはねこもり石というふうに書かれてますけども、こんな感じでね小さなお子さんでもね大丈夫なように配慮されたような、そういう作りもありますね。そして真ん中にはこの大きな岩がね、ありまして、源泉はあちらから出てますけども、源泉は 100% で出てるということになります。そしてさらにこちらに行きますと、大きな石をね1個くり抜いたような、そんな感じのお風呂がありまして、これも大人2人ぐらい入れるぐらいの非常に大きなくり抜き石ということになってます。ここから上を見上げると、こんな感じで桜を見ながら入ることができるということで、これは本当に素晴らしいお風呂になってますよね。そしてさらにねまだお風呂があるんですね。でこちらのね東大浴場のメインは、この日本一の大石くり抜き風呂、龍神の湯ということになります。壁見るだけでもこのすごいんですけども、こちらが日本一の大石を使った龍神の湯というお風呂になります。こちらは南蔵王の山麓から取ってきた石ということで、原石の重量はなんと100トン以上あるということで、上の3分の1を切り取ってね中をくり抜いて作ったということになってます。こちらにはね龍神の湯というふうに書かれてて、龍をかたどったようなね石も置かれてますね。全体のね雰囲気素晴らしいですよね。そしてね面白いのは、こちらの隣のトトロの絵ですね。こちらはですね下の方に宮崎駿さんのサインがありますけども、宮崎駿さんがこちらの龍神の湯に入って感動してこの絵を描いてくれたということで、この御殿盛のね館内にはね宮崎駿さんの絵が至る所にね飾られてるんですね。こちらが西大浴場の着替えスペースということになります。やはりこちらもね、十分な広さの脱衣スペースになってますよね。そしてこちらには同様に、洗面がね4つ用意されてますね。今の時間はね男性の入浴時間ということで、男性用の化粧品が用意されてます。それからドライヤーなんかもね用意されてます。西大浴場はねこんな感じでドレッサーのような感じのスペースがね少し多めに用意されてますね。そしてねこちらの西大浴場もこんな感じで6つのねお風呂を楽しめるということで、ちょっと行ってみたいと思います。そしてこちらがね西大浴場の内湯ということになります。東の大浴場と同様に周りにはね大型のこんな感じの岩が配置されていまして、でお風呂は10人以上入れそうな非常に大きくて雰囲気のいい石風呂になってますよね。結構ねここ見てるともうお湯がねどんどん溢れてきてて、非常に素晴らしいお風呂になってますね。
こちらにはね源泉上がり湯ということで、こんな感じでお湯が溜まってますけども、こちらでね、かき湯をして上がることができるという感じになってます。さらにね面白いのはこんな感じで陰泉ということで源泉をね飲めるようにもなっているということですね。ですので、硫黄泉ではありますけども、無色透明でね pH もほぼ中性ということで、陰泉もできるような非常に体に優しい温泉ということになっているようですね。そして洗い場はねこちらに十分に用意されてますね。お部屋の数を考えてもこれぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。そしてねこちらの窓から見えますけども、こちらもねやはり露天風呂素晴らしいんですよね。ちょっと行ってみますね。まずはねこちらが西大浴場のメインの露天風呂ということになります。こちらもね全体が岩といいますかね、大きめの石で囲まれていて非常にいい雰囲気になってますよね。上にはねこんな感じで屋根はかかってますが、周りはこういった形で開放されてますので、開放感も十分あるのかなというふうに思いますね。そして真ん中にはねこんな感じで大型の大きな石があります。それからこちらはね樽風呂ということになりますけども、こちらはね周りとね中の方は木でできていて、で上に石が縁取られているようなそんな感じの樽風呂になってますよね。さらにこちらにはね蒸し風呂ということでスチームサウナがあるんですね。こんな感じですね。もわっとねもうスチームが出てきますけども、スチームサウナですので、温度はそれほど高くはないんですが、スチームでね温まることができるというお風呂になってます。そしてちょっとこちらに行ってみますけども、こちらにね宮崎駿さんの手書きのねトトロの絵がありますね。そしてさらにこちらにまだお風呂がありまして、さあこちらもすごいお風呂ですけれども、こちらは青森ヒバのね丸太をくり抜いたお風呂ということで非常に特徴のあるお風呂になってますよね。さらにその奥には先ほど、東大浴場でね龍神の湯という大型の石をくり抜いたお風呂がありましたけども、こちらもですね蔵王の不動山というところから採取した大型の石をくり抜いたお風呂が用意されています。こちらは不動の湯という名前になってます。そしてさらにこちらから上を見上げるとこんな感じで桜がバッチリ見えるということで、こちらでもね花見風呂を楽しめるというのが素晴らしいお風呂になってます。こちらの西の湯は全部でこういった個性的なお風呂6つを楽しむことができるお風呂ということになってます。こちらがねリラクゼーションルームということになってますけども、こんな感じでマッサージ機がずらりと並んだお部屋になってます。こちらがね貸切風呂5点の湯の入り口脱衣スペースということになりますね。貸切風呂ですのでね脱衣スペースはこれぐらいのね広さということになってますね。そしてこちらにはね洗面が用意されてまして、シンクがね一つの洗面ということになってます。ドライヤーも用意されてますね。アメニティなんかはねこちらには置かれてないようですね。そしてこちらからねお風呂に行くことができます。非常に広い石造りのお風呂になってまして、中は2段になってますけども 4,5 人ぐらいゆったり入れそうなそれぐらいのお風呂になってます。奥の方にはねこんな感じで、おむすびみたいなおむすびの真ん中にライトがあって月結びの石というふうに書かれてますけども、中庭のようなそういった景色が見えるということになってます。こちらちょっと面白いですよね。源泉が出てますけども、こちらのお風呂は源泉 100% かけ流しということで無色透明ではありますけども硫黄の匂いがねほんのりとするようなそんな感じの非常に上品な感じのお湯ということになってます。そしてねこちらにはね洗い場がしっかりと2つ用意されてますね。こちらのシャンプー類はね DHC のシャンプーということになってます。あとはねこういったバリアフリーのね椅子なんかも用意されてますね。それからベビーソープも
用意されてます。はい、それでは貸し切りのお風呂入ってみたいと思います。いやー、これはね素晴らしい貸し切り風呂ですね。まずね、なんといってもこの広さですよね。石でできたお風呂で非常に贅沢感がありますね。外の景色はねこんな感じで中庭のような感じではありますけども、これぐらいのお風呂に一人あるいは家族で入れるというのはとても嬉しいですね。それでね、お湯に関しては無色透明ですけども、ほんのりとね硫黄の匂いがするようなそんなお湯になってまして、ほぼ中性の硫黄泉ですから非常に入りやすいお風呂になってますね。お湯の温度もそれほど熱くないので長い時間ゆったりと入れそうなそんな感じのお風呂になってます。こちらからはね源泉が 100% で出てるということですけども、こちらの白いところにもねこんな感じで湯の花がついてます。こちらのお風呂は50分で2750円ということで、今回はね僕らは貸し切り風呂付きのプランということで借りましたけれども、当日チェックインの後あるいは事前に予約をして借りることも可能ですので、プライベートにね楽しめるこちらのお風呂をね利用したい方はぜひチェックしてみてください。ちょっとね陰泉をいただいてみます。結構硫黄の匂いが強い、微妙な塩味の匂いが強いので結構好みあるかもしれませんね。山形何ワインって書いてるの金系ワイン、かな。赤ワインだ。じゃあ面白いちょっと少なかったなもっと欲しいってね。こんな感じでうん飲み比べ、そうではいただきます。この一番左端のすっきりしてる、このすごくねあっさりしてて、本当だ、飲みやすい。飲みやすいね。でこれがその隣ね。隣。これは甘いジュースみたい。甘い。これは甘いけどすっきりしてる感じの甘さ。やっぱ赤はそんな甘口じゃないんだね。結構酸味本当ある。うん、赤い方が美味しいかもね。私はねあんまり辛口の方が好きなんで。こちらはね屋上の四季のテラスという10軒のロングテラスという風になってます。ウッドデッキになってまして、こんな感じでねベンチがあったりとか、あとはテーブルとチェアがね用意されてますね。そして圧巻はね、なんといってもこちらの屋上からの桜の景色、素晴らしいですよね。こちらの山はね烏帽子山と
いう山で、日本のね桜の名所100選にも選ばれている山ということですので、もう赤湯温泉街に入ってくるとね、こちらの桜がもうすぐパッと目に入るような、そういった山になってます。その山がね、こちらの上杉の見湯のすぐ後ろにこんな感じであるというのは本当にすごいですよね。すごい。今日はもう満開の桜だからね。さあここから登っていきますか。すごい大きな石なんだよ。わあすごい、来ました。まだ上がるところがあるけど、とりあえずね、すごい。もうちょっと上行って頑張って。若いっていいな。走ってるよ。階段をずっと登ってきたら出店がお出迎えしてくれましたね。あ、伸びるチーズいっぱい露店が出てる。玉子クレープ屋さんもあるよ。クレープ屋さんとか、唐揚げ、お好み焼き、あ、水飴あんじゃん。ほらこれどうよこれ。すごい。メロン1本300円だって。はい。わ、かわいい。キラキラ。はい。あ、巻きながら食べて落ちないように頑張って。落とすね。ほらほら、もう落ちてきてんじゃない。早く口の中入れてって。おいしい。すごい大きい鳥居がある。ここが正面だったんだ。鳥居の桜、しだれ桜ってすごいよ。このくねくね感が、私生きてますって感じじゃない。ご神木の桜だって。すごいです。すごい。この烏帽子山公園から街が見下ろせる感じで、とっても素敵です。こちらがね、流血堂という洞穴になってますね。こちらのね、竜の名前は絆の竜ということで、皆さんの
絆がさらに深まりますようにということで祀られてるということですね。こちらの箱はね、一つだけにしてねっていうふうに書かれてますけども、これを開けると、これはお札ですね。この札をフロントへ持っていけば宝と交換できるぞというふうに書かれてます。ちょっと持っていってみますね。さらにこちらには花見の足湯という足湯があるみたいですね。あったよ、花見の足湯。さあ入った。気持ちいいね。気持ちいい。桜の花びらも落ちてて、目の前こうだよ。上まで桜。これは贅沢ですね。こちら天然石のパワーストーンになります。これをいただけるんですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最高。では今から夕食を食べに行ってきます。お外の景色を見たい。おー、すごい。ここからも見えるんだ。桜が見えてます。すごいね。すごい。これもトトロだよ。かわいいね。ね、トトロのコースタこれー。欲しくなっちゃう。食前酒は梅酒ですね。こちらがガッサンビールピルスナー。サーモンの手まり寿司ね。サーモン大好きだから一番先に食べちゃったけど、これは美味しいね。ホタルイカ、自分じゃ絶対作れない。このホタルイカはボイルしてんだね。そしてこの上に乗ってるおかひじき、美味しい。天豆挟み揚げだって。うわ、すごい。これをうちで作ったらね、もうこれだけで夕食が終わっちゃうっていうくらい手間暇かかってるやつじゃない？塩が効いてて美味しい。これは完全につまみだね。どれ仙台牛いただきますか。山形牛でしょ。山形牛、間違えないでね。山形牛いただきますか。で山形牛だと思えば米沢牛っていうしね。うわすごい。うわすごい。この山形牛のすき焼き。美味しい。すき焼きといったらもうお祝い事でしか食べないからさ。お肉食べちゃった。
カンパチ、タイ、メカジキ。おしゃれだねこれまた。ドレッシングのようにこう混ぜちゃうのかな。すごいさっぱりしたお魚が並んでる感じだね。うん、そうそう、すごいさっぱりしてるもの、さっぱり系のお魚をね集合させたような感じで。大根もシャキシャキよ。タイはこのねなんか巻いて食べようかな。雨の日にカエルさんが乗りそうな感じの葉っぱさん。全然癖もなく美味しい。ちょっとピリッとするかもって言われたけど全然感じなかった。ハーブ系の感じの味はするけどね。タイもすごく柔らかくて美味しいね。最近さお刺身に大当たりすることが多いな。当たるってお腹の方じゃなくてね。本当今回は本当いい時期に来たよ。満開の桜が見られて、温泉もいいしトトロの絵も見られるし、最高です。ぴったりだったね、まさに。カンパチはコリコリしてる。美味しい。全部食べやすい本当に。そしてこのドレッシングっていうかね、このカルパッチョのこのドレッシングに合う魚が揃ってんだね。クラマスとホタテの甘酢ソース、地元のワインのイノセントルージュ2021年。これは辛口。美味しい。すごくさっぱりした感じのワインが多い。サクラマスっていうのはこれなんだね。これサクラマス。この甘酢が効いてていいね。さっきのさカレーもそうだけど、お魚骨も全然なくて、食べやすくて食べやすいね。これなら魚苦手でも全然いけんじゃない？でもいいね。ホタテなんかコリコリ焼いたのかな？ちょっと焼いてるかも。匂いするね、いい匂いがね。香ばしい感じ。野菜もシャキシャキで程よい茹で加減です。そして最後レンコン。最後って人参だけ残してるの。意図的に残してる。酢の物です。うるいはね、トロトロだよね。これ美味しい。このソースに絡めながら食べるってやつ？ソースもうちょっと欲しいな。蛇腹きゅうりですね。蛇腹きゅうりさん。きゅうりにもちゃんと味がついてる。塩もみした味かな。これは食用菊でしょ。ね。このソースがもうちょっと欲しいなって感じ。たっぷり絡めて食べたい感じ。山形牛。ちょっとこの大根おろしを乗っけて。柔らかい。つやつやのつや姫、すごい。お肉が焼けたからこれも一緒に食べて、これはいい組み合わせだね。漬物とご飯だけじゃなくて、お肉もあって、このさ出し方がいいね。ほんと料理の。そうね。ちゃんとさおかずになるものを最後に残して、漬物と汁物とご飯とっていうさ、いいね。これになるとご飯が進んじゃう。食べちゃいけないと思いながらも食べちゃう。この組み合わせがやばいね。この牛肉ほんと美味しい。油加減がちょうどいいね。でお吸い物はハマグリのお吸い物。薄い大根をハマグリの上に乗せてる。この薄さ半端ないね。こんなに薄いのにシャキシャキ感が残ってる。すごい。ハマグリの出汁が出てて美味しい。そして人参は桜カットですよ。抜かりないね。さあデザートやってきました。すごい。アイスがあってゼリーがあって、このさつまいもがここにあって、和と洋がもう全て入り混じってるね。ではいただきます。さつまいも、なんということでしょう。すごいトロトロだよ。もうねっとり。これもう焼き芋だね。このね甘いさつまいもにこのヨーグルトの酸味が効いてて絶妙です。美味しい。ちょっとワインで流す。さつまいも2個食べたから。
そこでさつまいもを食べた後にお口直しじゃないけど、このアイスでさっぱりできます。さつまいものドロッとしたこの後の感触をこうアイスで流すこれでこう爽やかないちごの風味になる。ちょっと食べた順番が正解だったかもさつまいもは最後じゃなくて最初がいいね、そして最後はゼリー、ワインゼリーなんだ。中に何入ってんのかな、これなんか入ってるよいちごが入ってる、これまたアイスを食べた後のこのゼリーでそのアイスのね後の感触をこう流してくれるこれはさつまいもアイスゼリーだね。順番ね。最後にこのゼリーとこの果物でさっぱりして終わると。最後飲むゼリーにしようかな。最後いただきます。なんという贅沢パンマイもおねだりしちゃいましたよ。すごいコースター。トトロのコースター。今日はもうお相撲さんのようになっちゃった。美味しすぎて食べちゃった。ほうじ茶も最高。ごちそうさまでした。はいもらっていいのかな、ケーキね。いろんなケーキあるよ。これにする？いいね。あとはケーキをね3ついただいてきました。食事の間にね布団を敷いてくれました。で布団の厚さですけども1枚なんですが比較的厚めのね敷布団が敷かれてますね。朝のお部屋からの景色です。朝はね実はね雪が降ってたんですけども今結構こんな感じで晴れましたね。雪がねちょっと積もって桜がさらに綺麗に見えてます。非常にいい景色の見えるお部屋ですよね。もう雪なくなったからね。ね、また天気がコロコロ変わって雪すっかり溶けちゃいましたね。今日は男湯と女湯が入れ替わったからこのお風呂に入ってきてテンション爆上がりまさにトトロになって入ってきました。本当この絵のまんま巨大な石がもう圧巻で素晴らしかったですよ。すごかった。最高だね。いろんなね楽しむところがあって楽しいところいっぱいある。最高です。ではいただきます。こうなんつこうやってもあんまり入らないから入れようと思ってこうやって何からいこうかな。そうだね、芋煮いこうか。芋煮ジン五右衛門
これ神五右衛門芋じゃないこの芋煮ねこの中に入っている里芋が神五右衛門芋っていう名前の芋で、里芋で粘りが強くとろける食感、もう見たからにもうとろけそうな、もうちょっとホクホク感があるんだけど、あ、美味しい。とろとろね、ホクホクだし、そのまんま本当とろける食感だ、やっぱりさ山形風の芋煮は美味しいね。カゴの中のものからよいしょいきますか。ほうれん草とこんにゃくとこの山菜の煮物みたいな感じとお魚2種類。こんにゃくこれが、イカの味がするっていう、イカと一緒に煮つけたっていうこんにゃくね。中までしみしみ、イカの味がしてて、イカの出汁というかね、そういうイカって美味しいんだよね。この山菜はどうなんだろう。山菜はイカの味がするわけだ。このこんにゃくがこっちはこう多分炒め物かな、これこんな感じの味がする。シャキシャキしてて美味しいです。美味しいね。多分このわらびは塩漬けにしたものかな。これ保存食っていうかさ、やっぱ山のもの美味しいよね。お魚、サバね。あ、お醤油とかいらなかったかもしれない。いや骨もなくてね。もう食べやすい。食べやすい。やっぱり朝食って感じ、ザ朝食って感じね。この鮭を食べると。テリーヌいきます。朝からおしゃれなもんが出てきてます。おしゃれだよねこれね。オクラとインゲンみたいな感じとか、キュウリズッキーニかなこれ。あとトマト、いろんな野菜が入ってる。下に梅肉のソースが敷いてありますっていうことだったので、それを絡めて食べるか。はい。爽やか。野菜もシャキシャキしてるし、この寒天で固めてるからすごく食べやすいし、この梅肉ソースがさらにこうさっぱり感があって合う。すごくサラダ感覚で食べられる。この箱の中に入ってるもの、いろんな常備菜みたいなものがなんかこういろいろ入ってるんです。うど、ひょう、茎たちだって、建物っていう、建物の由来、ちょっと分かりやすく説明してくれるパパ。飢饉に備えて何でも食べれるようにいろいろ研究したものってことでしょ。いろんな雑草とかでもね。そう、なんかどれが雑草だっけ。これ雑草下にあるこのひょうっていうのが雑草だって、一番下にある、この一番下にあるのが雑草っていう食べられる雑草。これいこうか。薄く味がついてる。苦味とか特になくて何にもないね。へえ、食べられるね。こんな感じなんだね。雑草って聞くとさ、そうちょっとこう尻込みをしてしまいそうだけど、食べにくいかなと思うけど、大丈夫です。こっちは美味しいね。こっちのうどの味。これ食べ慣れた味だな。これは茎たち。これも食べ慣れたような感じの味。なんかやっぱちょっと安心するね。そのひょうを食べた後、出ました温泉卵。これはね、多分柔らかいと見た目。どうする？どうしようね。温泉卵のプルプル。ちょっとご飯にのっけてみますか。よし。くぼみに入れました。こんな感じ。どのぐらいの？あ、これは柔らかい。ほら、とろっと。温泉卵だけじゃなくて、ご飯にのっけて食べる用の温泉卵って感じでね。この濃厚なところをごっそり持っていくのがいいんじゃないの？これって。うわー、美味しそう。美味しいです。やっぱり温泉卵は間違いない味だね。これ後ほど納豆も混ぜることになってるので固めの豆腐、これは崩れません。食べやすいです。この硬さ。今日も満腹、美味しかったね。お茶をいただきます。ではごちそうさまでした。